プラス AI ニュースラボ。さて、今回のディープダイブへようこそ。高市首相の台湾に関する一言が、今日中関係を本当にきな臭いものにしています。そうですね。あなたが共有してくれた資料を見ると、もう中国側の怒りは 100% なんて言われていて、はい。外交ルートでの脅しから経済的な圧力まで、あらゆるカードを切ってきてるのがわかります。そこで今日は、この資料をもとにですね、なぜ中国はここまで激しく反発しているのか、そして彼らの要求の核心、これが日本の安全保障にどう直結するのか、あなたと一緒に深く掘り下げていきたいと思います。よろしくお願いします。では早速なんですが、発端となった2025年11月7日の高市首相の発言、一体何が中国のレッドラインを決定的に超えてしまったんでしょうか。やはりポイントは、台湾有事は日本の存立危機事態に該当し得るというこの一言ですね。存立危機事態。はい。この言葉自体は前からあったんですが、日本の首相が台湾有事とその集団的自衛権の行使をここまで明確に結びつけて発言したっていうのは、これが初めてだと受け止められました。なるほど。でもその存立危機事態っていう言葉自体は、安保法制の議論で前から使われてましたよね。ありました。なのにどうして今回、首相が言っただけでこれほど決定的な、レッドライン超えだとみなされたんでしょう。ここが本当に面白いところでして。それは日本がこれまでずっと貫いてきた戦略的曖昧さを捨てたとみなされたからなんです。戦略的曖昧さ。つまり台湾を助けるのか助けないのか、あれて態度をぼかしておくことで中国の行動を牽制してきたわけです。なるほど。そういうことでしたか。助けるかもしれないし助けないかもしれないってカードを隠しておくのが今までのやり方だったのに。そうなんです。今回はいざとなったら我々も動きますよと手の内を明かしてしまった。まさに。それは中国から見ればとんでもない挑発に聞こえますよね。それはそう聞こえますね。だからこそ軍の報道官による惨憺たる代償を払うという警告ですとか、はい。外交官の汚い首を躊躇なく切り落とすといったおよそ外交とは思えないような言葉まで飛び出してきているんです。いや、それにしてもその汚い首を切り落とすなんてちょっと尋常じゃないですよね。もちろん台湾が重要なのはわかりますが、なぜこの問題は中国にとって他のどんな領土問題とも違うこれほど感情的な聖域になっているんでしょうか。中国にとって台湾は言ってみれば実家の本家の地位みたいなものなんですよ。本家の地位。絶対に他者が口出してはならない国心的利益の中の核心なんです。そこに、分家である日本が本家の相続問題にいざとなったら武力で介入すると。そう宣言したようなものですから、彼らにとっては絶対に許せない越権行為と映るわけです。なるほど。内政干渉だと。だから要求も非常にシンプルになっているんですね。その通りです。彼らの要求は2つ。1つはこの存立危機事態発言の即時撤回と謝罪。はい。そしてもう1つは1972年の日中共同声明に立ち返って一つの中国原則を再確認し、日本は台湾問題に軍事的に関与しないと明確に約束することです。中国の要求はすごくクリアですね。発言を撤回して台湾には関与しないと約束しろと。でも日本側は従来の立場と何も変わらないの一点張りです。本当に台湾で何か起きたとき、日本はただ見ているだけでいられるんでしょうか。いや、それは地理的、そして同盟上の理由から関与を避けるのは、ほぼ不可能です。ほぼ不可能。まず、地理的な話ですが、日本の与那国道は台湾からわずか 110km しか離れていないんです。110キロですか。それって東京から熱海ぐらいの距離ですよね。受けられないでしょう。それはもう他人事ではいられない。そしてより決定的なのが日米同盟の存在です。はい。米軍が介入する場合、沖縄をはじめとする在日米軍基地が反撃の拠点となる可能性が極めて高い。そうなれば、日本は同盟国として自衛隊による後方支援、例えば補給とか負傷者の搬送とか、そういう義務が生じます。つまり、中国は国内のナショナリズムもあって、振り上げた拳を簡単には下ろせない。一方で日本は安全保障上の現実から発言を撤回するわけにはいかないと。これは本当に難しい、一種のチキンレースのような状況ですね。まさに。
中国がこの拳を下ろすには国内向けに外交的勝利を演出する必要があるんです。ああ、なるほど。例えば、高官レベルの会談で日本側が一つの中国原則を尊重するといった、従来の立場を再確認するだけでもいい。それを日本の情報を引き出したと国内にアピールできる。そういう曖昧な着地点を探るのが今後の外交の焦点になるでしょうね。なるほど。最後にですね、ちょっとあなたにも考えてみてほしい問いがあるんです。はい。この緊張を解く鍵って、もしかしたら、どっちの主張が正しいかっていう白黒つける話じゃないのかもしれない。ほう。相手がメンツを保ったまま、どうやって矛を収めてもらうか。その出口をいかに巧みに用意できるかという、その外交の技術。そこに実は全てがかかっているんじゃないかと。この視点って今後のニュースを見ていく上で、一つ結構重要な鍵になるかもしれませんね。